皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？私は今ちょっとだけ元気がなくなっています。なんでって思った方もいるかと思いますが、実はこのエピソードを今録音しているのが2回目です。さっき1回目録音していたんですが、ほぼ録音終わりというところまで来て、録音できていないことに気づきました。だから一人でマイクに向かって2、30分、何も録音されていないのにただただ話している状態でした。それで気づいて、うっせやんは最悪と思ったんですが、気を取り直して今もう一度録音しています。今日これを録音しているのが5月29日なんですが、もう5月も終わりですよね。皆さんは5月はどのように過ごしていましたか？私は特に大きなイベントごとなどはなかった気がします。5月1日は淡路島に旅行に行っていたのですが、その後は家にいることが多かったです。6月以降はまた旅行の予定もあるので、それを楽しみに今頑張っているところです。で、6月に北海道に旅行に行く予定なんですが、皆さんこの北海道の Vlog を見たいと思う方はいますか？ Vlog を撮るのは好きだし、動画とか写真を撮るのも好きだし、編集をするのも嫌いではないんですけど、なんせ私のスキルがまだ全然追いついてなくて、旅行のブログとか動画とかいろいろ見て、私もこういう風にやってみたいなとか、動画をこういう風に撮ってみたいな、編集をこうやってやりたいなとか、ここでこういう音楽流したいなみたいな、いろいろイメージはあるんですけど、実際に自分でやってみると全然うまくいかなかったり、あれなんか違うなみたいな感じで、その編集する時間がめちゃめちゃ長くなってしまいます。なのでブログが好き、ブログをもっと見たいっていう方がいたら、もっと撮っていこうと思うんですけど、あんまり興味ないっていう方が多かったら、やめておこうかなって思っている最中です。なので日本語のポッドキャストだけじゃなくて、ブログももっと見たいっていう方がいましたら、ぜひコメントで教えてください。では、今回のテーマは、日本の世界遺産です。ユネスコの世界遺産に皆さんは興味がありますか？私は結構好きです。そういう世界遺産を見に、旅行に行ったり観光するのも好きだし、どういう背景があるのかとか、どういう歴史をたどってきたのかみたいな、そういう歴史を知るのも好きです。で、日本には世界遺産検定という資格もあるぐらいです。めっちゃ好き、詳しくなりたい、勉強したいとか、いろんな知識をもっと増やしたいっていう方もたくさんいるのかなと思います。旅行会社で働いていたり、旅行のツアーをしている方などは、そういう世界遺産検定という資格などを取って、いろんな仕事に役立てているという方もいるかと思います。世界遺産を学ぶことで、日本の歴史を勉強することにもつながるし、あとは自分の知らなかった観光スポットなどを知れるかなと思うので、知っていて損はないかなと思います。世界遺産なのでね、もう有名な場所もたくさんあるかと思います。で、日本にはそういった美しい自然だったり場所だったり、歴史的な建物がたくさんあるんですが、その中で世界遺産に登録されている場所が25カ所あります。皆さんこれ聞いて、多いなって思う方もいるだろうし、あれ25カ所しかないんって思う方もいるかと思います。ちなみに、世界遺産が一番多い国、皆さんどこか知っていますか？正解はイタリアです。イタリアが世界で一番、世界遺産が多い国で、数は59個あるみたいです。日本と比べても世界遺産が倍以上も多い国、それがイタリアです。では今日は日本の世界遺産の25個の中から10カ所
ピックアップしてご紹介していこうと思います。では早速、一つ目は奈良県にある法隆寺です。正しくは法隆寺地域の仏教建造物、これらが世界遺産に登録されています。これは何かというと、世界最古の木造建築群です。木造建築というのは木で建てられた建物です。法隆寺っていうのは7世紀頃に聖徳太子によって建てられた建物で、飛鳥時代の仏教文化を伝える貴重な遺産として残っています。聖徳太子という人は皇族で政治家で、日本人なら誰でも知っているようなそういう歴史上でとっても有名な重要人物なんですが、この聖徳太子の逸話として10人の話を一度に聞き分けられるというお話があります。普通に考えると無理じゃないですか。10人の話を一度に聞くなんてね、そんな一人ずつ喋ってやってなるかもしれないんですけど、この10人の話、いろんな人の話を一度に聞く、それを全部理解して処理するみたいなのが理想のリーダーとされていて、そういう話が広まったみたいです。で、これを現代でもたまに使う時があります。例えば、2人とか3人に一気に話しかけられて、誰の話も聞き取れないし、何を言っているのか全然理解できないっていう時、たまにないですか？そういった時に返答として、いや、聖徳太子じゃないねんから、そんな一気に喋られても無理やわ、一人ずつ喋ってや。みたいな感じで言えたりします。これはもちろん日本人みんなが使ってるっていう感じではないんですけど、私はたまにこんな感じで答えたりします。こういう時にその聖徳太子派ってなってしまうかもしれないんですけど、10人の話を一緒に聞いて理解するという逸話があるところから来ています。ってことで一つ目が奈良県にある法隆寺地域の仏教建造物でした。ちなみに奈良県の鹿がたくさんいるところ、大仏がある東大寺なども世界遺産に登録されています。この法隆寺と東大寺っていうのは別の世界遺産になります。なんですけど、どちらも世界遺産なので、奈良県に遊びに行く際はぜひどちらも観光しに行ってみてください。では次は鹿児島県にある屋久島です。屋久島って皆さん聞いたことありますか？屋久島というのは九州のもう少し南の方にある小さい島なんですが、そこが世界遺産に登録されています。そこに有名な木が一つあります。縄文杉という木なんですが、なぜこれがそんなに有名で世界遺産にもなるぐらいなのかというと、樹齢というのがものすごいです。樹齢っていうのはこの木が生きている年月なんですが、もうそれがものすごく長いです。だいたい何年ぐらいだと思いますか？一回想像してみてください。世界遺産に登録されるぐらいやから500年ぐらい1000年ぐらいって思う方もいると思いますが、もちろん木なので正確な樹齢を知るのは難しいんですが、最低でもこの縄文杉は樹齢2000年と言われています。なので2000年、それよりも前から生えている、生きている、そういうすっごい大きな太い木になります。2000年ってことは今西暦が2025年なので、それが始まった時ぐらいにはもうこの木が生えていて、このね日本の屋久島というところでぐんぐん育っていったということになります。2000年の間にはものすごい強い台風が来たりとか地震などもあっただろうし、日本は自然災害が多い国なので、そういったいろんなことがあっただろうに、それを耐え抜いてきたものすごい木ということになります。なんかめっちゃパワーもらえそうですよね。パワースポットっていう感じがします。島にある山にある木なので、まだ体力があるうちに、若いうちに絶対行きたいなと思っている場所のうちの一つです。では次、3つ目は岐阜県と富山県にある白川郷五箇山の合掌造り集落です。これが世界遺産に登録されています。この地域にある
かやぶき屋根の合掌造りというお家が、とても貴重で世界遺産になりました。この地域は雪がたくさん降ります。冬になると雪がものすごくたくさん降るんですが、それに適した家づくりがかやぶき屋根の合掌造りというお家になります。私は去年の1月に岐阜県にある白川郷というところへ実際旅行に行ってきました。雪が降っていて、雨も降っていて、本当に寒かったんですけど、でも行って本当に良かったなって思う場所です。ここは本当に小さい村で、お家がポツ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 ってあって、なんかちょっとレストランとかお土産みたいなのが売っているお店もポツポツってある、本当に小さいところなんですけど、私は冬に行ったので雪が積もっていて、その雪景色が本当に幻想的で、アニメの世界にいるような、そんな雰囲気でした。で、その村のちょっと離れたところに行くと丘があって、街全体を見渡すことができます。街を上から見下ろす感じもとても幻想的で、一度は見に行ってみてほしいなって思います。で、ここにある合掌造りのお家は国の重要文化財に指定されたお家なんですが、実際にまだ人が住んでいます。なので、なんか展示物があったりいろんな見学できる部分があるんですが、家の半分ぐらいそういったところに仕切りとかドアがあって、そこにここから先は移住スペースなので立ち入り禁止みたいな感じで書かれています。あと人が住んでいるので、そう大きな声で話していたりすると迷惑ですよね。なので静かに見学してくださいみたいな、そういう案内もありました。実際にそこに住んでいる人に会うということはないんですけど、国の重要文化財に住むってどんな気持ちなんだろうとか、どんな生活を送っているんだろうと気になる部分もたくさんありました。東京だったり大阪からも少し遠いね、場所っていうか離れた場所にはなるんですけど、日本に長期間滞在している、長期間旅行しているっていう方はぜひ行ってみてほしいなと思います。冬の雪景色も素敵だし、夏の緑の自然豊かな風景も素敵かなと思うので、ぜひ行ってみてください。では次は奄美大島、徳之島、沖縄北部および西表島。これらが世界遺産に登録されています。これらの島には絶滅危惧種を含む動物たちがたくさん住んでいます。またそこでしか見られない動物などもいます。ヤンバルクイナと呼ばれる動物だったり、ノグチゲラと呼ばれる固有種が生息しています。動物の名前がカタカナで私でもめっちゃ発音しにくいなって思うんですけど、そういうユニークな、ここでしか見られない動物などもいます。なのでね、他の動物園に行って簡単に見られるっていう動物ではないので、行ってみる価値はあるかなと思います。こういう動物は絶滅危惧種だったりして、数も少ないので必ず見られるというわけではないですけど、森のツアーとかそういうのがあるなら、ぜひ参加してみてほしいなと思います。で、もしそういうのに興味がなくても、奄美大島だったり沖縄単に旅行に行くだけでもめっちゃおすすめです。その理由はもうとにかく海が綺麗だからです。海が綺麗すぎます。日本のリゾート地といえば沖縄です。なので、日本に夏に来る際はぜひ沖縄に行ってみてほしいなと思います。海が本当に綺麗です。ってことで奄美大島だったり沖縄の本島の一部が世界遺産に登録されています。では次は原爆ドーム厳島神社です。広島県にあるこの2つが世界遺産に登録されています。この2つは聞いたことがある方も多いかと思います。原爆ドームは第二次世界大戦中1945年に原爆投下による被爆建造物です。広島市では原爆が落とされて、本当に建物ももう何にもないみたいな、街ごと全滅みたいな、そのぐらいひどいっ
っていう言葉では表せないほどの被害だったんですけど、その中でも形は崩れても原型がとどまっていた、そのまま残っていたこの原爆ドームが今は平和への祈りの象徴になっています。で、その原爆ドームが世界遺産に登録されています。その横には資料館があって、実際どのような被害だったかとか、その時の写真とか、またはその実際に被害に遭った方々のお話とかもあるのかな、そういったのが見学できます。私は実際に行ったことがあります。行ったことがあるんですが、私はその時12歳ぐらいだったと思います。小学生で。で、その12歳の私には刺激が強すぎて、もうなんか怖くて、そういうのを見たり聞いたりあんまりできない子供だったので、なのでその学校で行ったので、資料館の中には絶対に入らないといけないっていう感じだったんですけど、ほぼ何も見ずにずっと下を向いて早歩きで小走りでその資料館を通り抜けてすぐ外に出ました。なので実際に行ったことはあるんですけど、あんまりじっくりね、勉強とか歴史を学ぶみたいなことはできなかったので、絶対に知っておかないといけない歴史だと思うので、もう一回ぐらいは行きたいな、行ってみてもいいかなという感じです。で、もう一つは厳島神社という神社があります。これは宮島という島にあるので、船で行くことができます。ちなみに奈良県の、大仏があるところと同様、ここにも放し飼いされた鹿が大量にいます。この2つが鹿で有名な場所です。奈良県と、あとここの宮島が鹿で有名なんですが、個人的な感想にはなるんですが、奈良県の鹿は結構凶暴というか、なんか人にもアタックしてきそうな雰囲気があるんですけど、こっちの宮島の鹿は比較的おとなしい気がしています。なので、なんかいろんな動画とかを見て、奈良県の鹿結構怖いって思ったり、実際に何かアタックされたとか、なんか手噛まれたみたいな、そういう場合もあるかもしれないんですけど、でも鹿と触れ合ってみたいっていう場合は、この宮島に行ってみてください。こっちの方が比較的おとなしいと思います。厳島神社で有名なのが、海の中に立つ鳥居です。これがとても有名で知っている方、見たことがある方もたくさんいるかと思います。これは海の中にどうやって立っているのと思う方もいるかと思いますが、なんとこの鳥居は鳥居自身の重さだけで海の中に立っています。で、鳥居の重さが約60トンです。60トンってどのくらい重いのと思って、何かうまく伝えれる方法ないかなと思って調べてみました。じゃあ60トンっていうのはアフリカゾウ約9頭分、または大きい観光バスが約5台分だそうです。これがだいたい60トンぐらいに当てはまるそうです。って考えたら、その鳥1個で60トンあるってめっちゃ大きい、めっちゃ重いやんって思ったりします、私は。そういうそのぐらい大きくてとても重い鳥居が海の中に立っています。潮の満ち引きによって海の中なのか砂浜に立っているのかはちょっと分かれてしまいますが、どっちの景色を見ても、美しいものかなと思います。なので広島にはこの平和の象徴と、あとは自然と調和した信仰、この2つを見ることができます。では次は兵庫県にある姫路城です。姫路城というのは真っ白い白いお城としても有名で、別名白鷺城または白露城と呼ばれることもあるそうです。姫路城はもともと小さいお城だったんですが、改修を重ねて現在の姿になりました。現在の大きいお城になりました。歴史上、日本にはお城がたくさんありました。なんですけど、いろんな戦いを経て焼けたり、あとは火事で焼けてなくなったり、解体された中で、姫路城は戦争や災害の被害をほとんど受けていません。第二次世界大戦の空襲でも焼け残りました。なので保存状態と規模ともに日本最高峰で、これが世界遺産に登録されました。
姫路城は私も行ったことがあります。近くで見ると本当に迫力がすごくて、中も昔のまま残っているんだなという作りです。木造で大きい木の柱とかがたくさん立っていて、そういう構造で、あと階段がめっちゃ急なんですよ。もう90度壁登ってんちゃうかってぐらい急で、そういった階段を見ると、昔のままそのまま保存されているんだなということがわかります。例えば大阪城とかだと中にエレベーターがついていたりして、めちゃめちゃ改修されてもうなんか現代の建物やんってなるかと思いますが、姫路城は結構その昔のまま大切に残されているので、歴史を感じるのにも姫路城はとてもおすすめです。では次は知床です。知床っていうのは北海道の日本の北の大きい島、北海道のもう本当に端っこら辺にある半島です。これがなぜ世界遺産かというと、ここは手つかずの自然が残る半島です。手つかずっていうのは建物を建てたりいろいろ改造したり自然壊していったりみたいな、そういうことが一切されていない自然のまま残っているということになります。その手つかずの自然が残る半島で、あと流氷があります。流氷は氷の塊ですよね。海の上に浮かぶ。で、それがあるってことはとにかく寒いところです。寒い地域で、雪降るよねぐらいじゃ済まされないぐらい寒いです。で、この流氷の影響を受けた海と陸の生態系、この豊かさが高く評価されて世界遺産に登録されたみたいです。ここはもう自然保存地区なので入れない部分もたくさんあるみたいです。なんですけど、日本の大自然を体験してみたいという方は知床、または知床でなくても北海道に行くと本当に大自然を体験できるので、ぜひ行ってみてください。では次は栃木県にある日光の社寺です。日光東照宮という神社が有名で、江戸時代の彫刻や色彩が見られます。日光東照宮というところには金箔がたくさん使用されていて、とても豪華で華やかな見た目をしています。私は実際に行ったことがないので、生で見てどうなるかっていうのはわからないですが、結構見た目もすごくて、うわーって感動しそうな場所です。で、この日光東照宮というところだけでなく、その他にも、複数のところが世界遺産として登録されています。で、これらの世界遺産を見に行くのもとてもいいと思いますし、日光という場所は自然豊かで、そして紅葉もとても綺麗で有名だし、あと温泉もあって、とても観光しがいがある場所だなと思います。私が今住んでいるところからは少し遠いので、まだ行ったことはないですが、絶対に一度は行きたいなと思っています。では次は富士山です。正確には富士山、信仰の対象と芸術の源泉という名前で世界遺産に登録されています。富士山は静岡県と山梨県、この2つの県にまたがっている山です。富士山自体は山、自然のものですよね。ですが、世界遺産には世界文化遺産として登録されています。その理由は1000年以上にわたり人々の信仰、芸術、暮らしに影響を与えた文化の象徴となっているからです。富士山はただ日本一大きい背が高い山というだけでなく、昔から宗教行為が続いていた山です。山頂の奥宮、麓の浅間大社など宗教に関する施設が残っています。それだけでなく、いろんな絵の中にも富士山が登場しています。とっても有名なのが葛飾北斎の富嶽三十六景の絵だと思います。この絵は絶対に皆さんもね、一度は日本に興味があるっていう方は見たことあるかなと思います。日本の歴史をつないできた文学、写真、映像など、
いろんな芸術家に影響を与えたとされています。なのでそれら全部を含めて富士山は世界文化遺産に登録されました。で、ちなみに富士山の標高、山の高さなんですが3776メートルです。そして富士山は今も活動が続く活火山です。なので噴火する可能性は全然あります。皆さんは富士山に登ってみたいですか？または登ったことはありますか？私は登ったことはないんですが、一度は登ってみたいなと思っています。ですがやっぱり3000メートル、4000メートル近くある山なので、そう簡単に行ける場所ではないというか、絶対に登山経験が必要な場所だなと思います。実際に公式的に登山していいよってなっていない時期、基本的には夏以外は登山はしたらダメ、やめておいた方がいいっていう感じなんですけど、勝手に登山してその封鎖されたルートを勝手によじ登って、登山して怪我してしまったり事故に遭ったりっていうニュースを見たことがあります。なのでね、富士山は決して簡単な山ではないので、本当にいろんな準備が必要な山だなと思います。では最後です。ちょっと長くなってきてますが、これで10個目。最後の世界遺産は、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産です。これは日本とキリスト教に関する遺産です。12個の集落が世界遺産になっています。現在日本にいるキリスト教徒の数は他の宗教と比べてとても少ないですが、別に新しい宗教というか最近入ってきたから少ないというわけではないです。日本には16世紀にキリスト教が伝わってきました。ヨーロッパから伝わってきて、この地域、長崎、天草地方で多くの人がキリスト教を信仰し始めました。で、その時にキリスト教の教会の建設なども行われました。ですがその後、日本ではキリスト教が禁止になります。政府がキリスト教はダメです。やめてくださいって発表しました。なので、キリスト教だった人はいろんなね、処刑されたりとか拷問にあったりとかひどい目に遭うっていうことがありました。それもあって日本ではキリスト教徒がほぼいなくなったというか、まあもう正々堂々と私はキリスト教ですって言えない期間がとっても長くありました。なんですけど、もうキリスト教を信仰していて、そのね、神の教えみたいなのを大切にしている方々は、どうしてもキリスト教をやめることができなくて、それでキリスト教であり続けるために、この宗教を信仰し続けるために隠れながら過ごすことになります。で、その時の教会も含めて残っているものがこの遺産となって世界遺産になっています。実際に行ってみるとわかると思うんですけど、街の真ん中に教会が建っているとかではなく、本当に田舎の山奥にそのキリスト教というか教会があったり、なんかそういう遺跡が残っているので、本当にひっそりと隠れながら政府にバレないように過ごしていたんだなっていうのが伝わってきます。世界にも珍しい信仰を隠しながら250年以上続けた歴史だったり、その証拠、政府からの宗教弾圧に耐えながらも自分のその精神を貫いたり、新しい工夫をして仏教と馴染みながらもキリスト教を信仰し続けるっていう、そういった部分がすごいねってなって世界遺産に登録されています。私は日本にある教会やこういうスポットに行ったことがなかったので、今回このエピソードを作るためにいろいろ調べてみて、こういうのがあったんだなっていうのを改めて勉強する機会になりました。小学校、中学校、高校とかで歴史を学ぶと、キリスト教を弾圧したという時があったっていうのは知ってたんですけど、実際にこの人々が隠れながら過ごしていただったり、遺跡がある、それが世界遺産になっているっていうことは知らなかったので、すごくいい勉強になったなと思います。結構田舎にあるので行くのは難しい、またはめちゃめちゃ遠いっていう方が多いかと思いますが、興味がある方は行ってみてもいいのではないかなと思います。今回は日本の世界遺産についてお話ししました。
どうでしたか？知っている場所もあったと思いますが、知らない場所もたくさんあったかなと思います。また今回は世界遺産25カ所ある中の10個を抜粋したので、その他紹介しきれなかったところもあります。なので世界遺産に興味があるっていう方は、一度日本世界遺産という感じで調べてみて、皆さんの興味が湧く場所がありましたら、そこにぜひ行ってみてください。または別に元から興味があるっていう場合でなくても、東京大阪は行ったよ、なんか大都市は旅行したけど日本のもうちょっとディープなところも知ってみたいとか、日本の歴史にも興味が湧いてきたっていう方は、こういう世界遺産観光みたいな感じで、いろんなね、日本各地の自然だったり、こういう古い建物を見に行ってみるっていうのもいいのではないかなと思います。日本の大自然を満喫できたり、歴史を学んだりと、知識も増える楽しい旅行になりそうな気がします。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのチャンネルをサポートしていただける方がいましたら、ぜひメンバーシップへの加入お願いいたします。また私と日本語の話す練習ができるランクも Patreon に追加しました。なのでフリートーク、日本語の話す練習がしてみたいという方は、興味がありましたらぜひチェックしてみてください。そしてすでにメンバーシップに参加していただいている皆様、本当にありがとうございます。これからも動画を作っていきますので、サポートしていただけたらと思います。ありがとうございます。では今回はここまでになります。今回も少し長いエピソードになっていましたが、最後までここまで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。